皆さんこんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今日はどこに行くの？今回は九州のど真ん中、熊本市への旅に出かけるぜ。熊本市、くまモンの町ね。そうそう、でも熊本市の魅力はくまモンだけじゃないんだぜ。難攻不落の熊本城や、水の都としての顔もあるんだ。わあ、楽しみ。私、熊本城って一度見てみたかったのよ。じゃあ、出発前に熊本市についてクイズだぜ。熊本市は大都市でありながら、水道水のほぼ 100% を悪者で賄っているんだ。それは次の3つのうちどれでしょう？なんだろう？ 1番ダムの水、2番地下水、3番海水の淡水か。海はないから3番は違うわよね。1番か2番か。どっちかしら？答えはこの動画の中で明らかになるぜ。それじゃあ、熊本市への旅に出発だ。ワクワクするわ、行きましょう。さあ、熊本市に到着したわよ。おお、駅前から活気があるな。さすが政令指定都市だぜ。政令指定都市って、どれくらいすごいの？熊本市の人口は約73万8000人。九州では福岡市、北九州市に次いで3番目の政令指定都市なんだぜ。73万人。思ったよりずっと多いのね。面積も約390平方キロメートルとかなり広いんだ。これは東京23区の約6割くらいの広さだぜ。へえ、でも、さっきのクイズの答えが気になるんだけど。おっと、そうだったな。正解は2番の地下水だぜ。地下水で全部賄えるの？そうなんだ。世界的に見ても、これだけの大都市で水道水のほぼ 100% を地下水で賄っているのは非常に珍しいんだぜ。だから熊本市は、水の都、とも呼ばれているんだ。すごい、じゃあ水道水がとっても美味しいのね。その通りだぜ。ちなみに、熊本市は2012年に政令指定都市になって、中央区、東区、西区、南区、北区の5つの区に分かれているんだ。5つの区があるのね。隣には何があるの？北は山鹿市や玉名市、東は菊池市や合志市、南は宇城市や宇土市。合計12もの市町と接している交通の要衝なんだぜ。九州の真ん中だから、いろんな町と繋がってるのね。さて、熊本市の歴史をたどると、まず気になるのが、熊本、という地名の由来だな。確かに、なんで、熊本、なの？熊がいたとか？実はな、もともとは、熊本、って書いたんだぜ。熊本は同じだけど、漢字が違うのね。熊、っていうのは、山や丘に囲まれた場所を意味する言葉なんだ。この地がまさにそういう地形だったから、熊本、と呼ばれていたんだぜ。へえ、じゃあなんで、熊本、に変わったの？それは戦国時代、1588年に加藤清正が熊本城を築城するときに、縁起を担いで、熊本、から、熊本、に改めたと伝えられているんだ。加藤清正、歴史の教科書で見た覚えがあるわ。清正は豊臣秀吉の家臣で、朝鮮出兵でも活躍した武将だな。この熊本城を築いて、難攻不落の名城にしたんだぜ。難攻不落ってことは、誰も攻め落とせなかったってこと？その通り。特に有名なのが1877年の西南戦争だな。西南戦争、あの西郷隆盛の。そうだぜ。西郷隆盛率いる薩摩軍が熊本城を包囲して猛攻撃を加えたんだが、熊本城はついに落城しなかったんだ。すごい、でも、それだけ戦いがあったってことは、お城も傷ついたでしょうね。実はな、西南戦争の直前に謎の出火があって、天守閣や本丸御殿が消失してしまったんだ。でも、石垣や櫓は残っていて、それが薩摩軍の攻撃を防いだんだぜ。なんだか不思議な縁ね。それで今のお城はどうなってるの？天守閣は昭和35年に鉄筋コンクリートで復元されたんだが、2016年の熊本地震で大きな被害を受けてしまったんだ。熊本地震。ニュースで見たわ。大変だったのよね。でもな、今は、復興のシンボル、として着々と修復が進んでいるんだぜ。2021年には天守閣の復旧が完了して、今も石垣の修復が続いているんだ。地元の人たちの熊本城への愛情が伝わってくるわね。そうたい。ちなみに、そうたい、っていうのは熊本弁で、そうだよ、って意味だぜ。そうたい、面白い響きね。ちなみに、熊本市が正式に市になったのは1889年、明治22年のことなんだ。その後、周辺の町村を編入して、2012年に政令指定都市になったんだぜ。130年以上の歴史があるのね。長い歴史の中で、いろんなことがあったのね。さあ、実際に熊本市を探検してみましょう。まずはどこに行くの？やっぱり最初は熊本城だぜ。わあ、実際に見ると、石垣がすごく高くて迫力があるわ。これが加藤清正が考案したとされる、武者返し、という石垣なんだぜ。武者返し？
どういうこと？下の方は緩やかな勾配なんだが、上に行くほど急になって、最後はほぼ垂直になるんだ。敵が登ろうとしても、途中で登れなくなって滑り落ちるような設計になってるんだぜ。なるほど、だから難攻不落なのね。頭がいいわ、清正さん。天守閣からは熊本市街が一望できるぜ。ここからの眺めは本当に素晴らしいんだ。お城を堪能したわ。次はどこ？次は水前寺成就園に行ってみようぜ。水前寺成就園？熊本藩主、細川家の大名庭園で、桃山式の回遊式庭園なんだぜ。約7万平方メートルもある広大な庭園なんだ。わあ、池があって、月山があって、まるで絵画みたいね。この庭園の面白いところは、東海道53次を模した景観が配置されているところなんだぜ。あの月山は富士山を表現しているんだ。あれが富士山。確かに富士山の形してるわ。しかも、この池の水も地下水なんだぜ。さすが水の都だろ？地下水って本当にあちこちにあるのね。次は江津湖に行ってみようか。江津湖？熊本市の東部にある、上江津湖と下江津湖からなる湖なんだ。ここも地下水が湧き出していて、1日に約40万トンもの水が湧いているんだぜ。40万トン？想像つかないわ。市民の憩いの場で、ボートに乗ったり、散歩したり、夏は水遊びもできるんだぜ。熊本市動植物園もすぐ近くにあるんだ。動物園もあるのね。子供も大人も楽しめそう。あとは、桜の馬場城菜園もおすすめだぜ。城菜園？熊本城のすぐ近くにある観光施設で、江戸時代の城下町を再現しているんだ。熊本の特産品やグルメが楽しめるお店がたくさんあるぜ。お土産も買えるし、ご飯も食べられるのね。便利だわ。それから、夏目漱石が住んでいた旧居もあるんだぜ。あの夏目漱石が熊本に？漱石は1896年から1900年まで、熊本の第五高等学校で英語教師をしていたんだ。草枕や210日など、熊本を舞台にした作品も書いているんだぜ。文豪も熊本で過ごしたのね。歴史を感じるわ。さて、観光の後はお楽しみのグルメタイムだぜ。やったー、お腹すいたわ。熊本といえば、何が有名なの？まずは馬刺しだな。熊本は馬肉の消費量が日本一なんだぜ。馬刺し、新鮮なお肉を生で食べるのよね。そうだぜ。赤身はもちろん、霜降りや、たてがみ、と呼ばれる部分も人気なんだ。生姜醤油やニンニク醤油で食べるとうまいんだぜ。たてがみって、馬のたてがみの部分を食べるの？首の部分の脂身のことで、コリコリとした食感が特徴なんだぜ。一度食べたら病みつきになるばい。さっきの熊本弁ね。そうばい。次はからしれんこんだな。からしれんこん、見た目が黄色くて面白い形してるわよね。レンコンの穴にからし味噌を詰めて、衣をつけて揚げた熊本の郷土料理なんだぜ。外はサクサク、中はピリッと辛くて、お酒のつまみに最高なんだ。どうしてからしれんこんが生まれたの？江戸時代、病弱だった熊本藩主のために、需要競争の食べ物として考案されたと言われているんだぜ。お殿様の健康のために作られたのね。次はタイピーエンだな。タイピーエン？初めて聞いたわ。中華料理をベースにした熊本のソウルフードで、春雨スープに野菜や魚介、揚げ卵が入っているんだ。あっさりしてて優しい味なんだぜ。春雨が入ってるのね。ヘルシーで美味しそう。もともとは中国福建省の料理なんだが、熊本に伝わって独自に発展したんだぜ。今では学校給食にも出るくらい定番の料理なんだ。学校給食、それだけ地元に愛されてるのね。そして忘れちゃいけないのが、いきなり団子だぜ。いきなり団子？なんでいきなりなの？いきなり、っていうのは熊本弁で、簡単に、とか、手軽に、って意味なんだ。あ、そういう意味なのね。輪切りのさつまいもとあんを小麦粉の皮で包んで蒸した和菓子で、素朴な味が人気なんだぜ。急な来客があってもいきなり作れるから、この名前がついたって説もあるんだ。急にお客さんが来ても大丈夫なお菓子なのね。優しい心遣いだわ。他にも、熊本ラーメンも有名だぜ。豚骨ベースのスープに中太のストレート麺、焦がしニンニクの香りが特徴なんだ。豚骨ラーメン、博多とは違うの？博多ラーメンより少しまろやかで、まあ油と呼ばれる焦がしニンニク油を使うのが熊本流なんだぜ。食べ比べしてみたいわ。それから、熊本はスイカとトマトの生産量も日本トップクラスなんだぜ。果物も野菜も美味しいのね。熊本、食の宝庫だわ。バッテン、熊本は食べ物のうまかとこばい。って地元の人も言うとたい。バッテンは、でも、で、うまかとこばいは、美味しいところだよ。ってことね。その通りだぜ。みんなも熊本に来たら、ぜひいろんなグルメを楽しんでほしいぜ。熊本市は一年を通して、いろんな祭りやイベントがあるんだぜ。
春夏秋冬、どんな楽しみがあるの？まず春は、熊本城の桜が見事なんだ。お城と桜、絶対綺麗よね。約800本のソメイヨシノが咲き誇って、夜はライトアップもされるんだぜ。水前寺成就園の桜も趣があって素晴らしいんだ。お花見シーズンは熊本城と水前寺成就園、両方行きたいわね。そして春といえば、熊本城マラソンだな。マラソン大会があるのね。毎年2月に開催される市民マラソンで、1万人以上のランナーが参加するんだぜ。熊本城や江津湖周辺を走る人気の大会なんだ。1万人。すごい規模ね。次は夏だな。8月には日の国祭りが開催されるぜ。日の国祭り、なんだかすごそう。熊本市の中心部で、おてもやん総踊り、という踊りを5000人以上が踊るんだぜ。夜は花火大会もあって、夏の風物詩なんだ。5000人で踊るって圧巻ね。見てみたいわ。おてもやん、っていうのは、熊本の民謡で、花嫁姿の女性を歌った歌なんだぜ。民謡もあるのね。熊本の文化が感じられるわ。江津湖では夏に水遊びを楽しむ人も多いんだ。涼を求めて地元の人がたくさん集まるんだぜ。地下水だから冷たくて気持ちよさそう。そして秋は、藤崎八幡宮秋季例大祭だな。藤崎八幡宮？長い名前ね。熊本市で最も大きな祭りの一つで、毎年9月に5日間にわたって開催されるんだぜ。歴史を感じられるお祭りなのね。10月には、熊本暮らし人祭り水明かり、というイベントもあるぜ。水明かり？竹灯籠を使ったライトアップイベントで、熊本城周辺がろうそくの明かりで幻想的に照らされるんだ。ろうそくの明かり。ロマンチックね。約5万本もの竹灯籠が灯されて、本当に美しいんだぜ。秋の夜に熊本城を訪れるなら、このイベントは外せないな。行ってみたい季節が多すぎて困るわ。それから同じく10月には、城下町熊本イチョウ祭もあるんだぜ。イチョウ祭り、紅葉の季節ね。熊本市の中心部には、約350本のイチョウ並木があって、秋には黄金色に染まるんだ。この時期に合わせて、グルメやパフォーマンスが楽しめるお祭りが開催されるんだぜ。イチョウ並木を歩くのも気持ちよさそう。そして冬は、また熊本城マラソンに戻るんだが、他にも熊本城の雪化粧が美しいんだぜ。雪の熊本城、写真で見たことあるわ。すごく綺麗なのよね。九州は雪が少ないイメージがあるかもしれないが、熊本市も冬は時々雪が降るんだ。雪化粧した熊本城は本当に格別なんだぜ。四季を通して、熊本市は楽しみがいっぱいなのね。そうたい。みんなはどの季節の熊本市に行ってみたいかな？コメントで教えてほしいぜ。最後に、熊本市の現代の取り組みについて紹介するぜ。今、熊本市はどんなことをしてるの？まず、熊本地震からの、創造的復興、だな。熊本城の復旧はもちろん、単なる復旧ではなく、より良い街づくりを目指しているんだぜ。ただ元に戻すだけじゃないのね。そして、その地震の教訓を生かした革新的な取り組みがあるんだ。革新的な取り組み？熊本アプリ、っていう、平時も災害時も使える最先端のアプリを開発したんだぜ。どんな風に使えるの？普段はボランティア活動に参加するとポイントが貯まって、活動証明書も発行される。そして災害が起きた時は、避難所の受付が劇的に早くなるんだ。どれくらい早いの？紙で受付すると1人当たり70秒かかるところを、アプリならたった 4.6 秒。なんと15倍も効率化できるんだぜ。15倍？それはすごすぎるわ。熊本地震の時、避難所の受付に時間がかかって、避難者も運営者も大変だったって教訓を生かしてるんだ。辛い経験を未来に生かしてるのね。それだけじゃないぜ。2024年、熊本市は国際的な賞を受賞したんだ。国際的な賞？ GDS 賞っていう、観光地のサステナビリティを評価する世界的な賞で、最も改善した都市、として日本で初めて受賞したんだぜ。日本初、すごいじゃない。前年から 42.4% も改善率が上がって、特に水の都としての地下水管理や、環境に優しい交通システムが評価されたんだ。熊本の水の都としての取り組みが、世界に認められたのね。それから、2024年には世界的な半導体メーカー TSMC の子会社 JASM の工場も稼働を始めたんだぜ。半導体工場、これからの経済発展にも期待できるわね。そうたい。雇用も増えるし、関連企業も集まってくる。熊本市は歴史と伝統を大切にしながら、革新的な技術で未来に向かって進んでいる街なんだぜ。防災も、環境も、経済も。全部バランスよく考えてるのね。熊本地震という辛い経験を乗り越えて、それを力に変えている。復興のシンボルとして、熊本城も街も力強く立ち上がってるんだぜ。さあ、熊本市の旅もそろそろ終わりね。どうだった、レイム？
すごく楽しかったわ。熊本城の迫力、水の都の美しさ、美味しいグルメ、そして何より地元の人たちの熊本愛を感じたわ。熊本市は本当に魅力的な街だったぜ。加藤清正が築いた難攻不落の城、豊富な地下水、西南戦争の舞台、そして熊本地震からの力強い復興。歴史があって、自然があって、美味しいものがあって、本当に素敵な街だったわ。熊本市には今回紹介しきれなかった魅力がまだまだあるんだぜ。みんなは熊本市のどこに行ってみたい？コメント欄で教えてね。熊本城？水前寺成就園？それとも馬刺しを食べに行きたいか？くぬぬとしぬ行ったことがある人は、おぬいでおこぬんとで教えてほしいわ。このチャンネルでは、日本全国1741の市区町村をゆっくり紹介しているぜ。まだチャンネル登録してない人は、ぜひ登録してくれると嬉しいぜ。高評価ボタンも押してくれると、次の動画制作の励みになるのよ。次はどこの街を旅しようかな。楽しみにしててね。それじゃあ、熊本弁で最後の挨拶をするぜ。また来てください、は熊本弁で。また来なっせ、っていうのよね。そうばい。じゃあ、みんな、また来なっせ。また来なっせー。